今回はこんなものを手に入れました。マキタの充電式空気入れです。型式が MP100DZ になります。で、今回はメインで自動車の空気入れとして使おうと思ってるんですけれども、他にもオートバイだったり、自転車だったり、ロードバイクに使用できるようです。電圧は 10.8V タイプのものを購入しました。バッテリーは別売りになります。で、他にも 18V タイプがあるようなんですけれども、うちは 10.8V で使っているものが何個かあったので、こちらをチョイスさせていただきました。ではちょっと中身の方を見ていきましょう。これは自転車の空気入れですね。で、裏側にはいろいろなタイプの空気入れがついてますね。これが浮き輪とか用で、こっちがボールとかに入れる用と、あとはロードバイク用ですね。こんなのが裏側にこうやってセットして収納できるので、とても便利ですね。私はこういった 10.8V のドリルを所有しています。他にも 10.8V で動作する掃除機を所有しています。こういったものがあるのでね、今回空気入れも 10.8V を購入しました。それではバッテリーを取り付けて電源を入れてみます。エアーを出してみます。このようにトリガーを引くと簡単にエアーが出ます。それでは早速マスタングにエアーを入れていきたいと思います。基準値が17インチのタイヤで 220kPa ですね。で、うちのマスタングはフロントが245の4020ですね。で、リアンも275の3520なんで、両方20インチになります。基準値わからないんで220で合わせていこうと思います。で、接続して、最初見てみたら165しか入ってないんですね。で、設定を220にセットして、ここから空気を入れていきます。今175、180でどんどん、空気圧が上がっていっています。220に到達しました。でもちょっと待ってると215とかに下がっちゃうんですよね。で、また入れてあげて220にしてっていうのをちょっと何度か繰り返すと220で安定するので、それで OK かなっていうところでやめました。そもそも165しか入ってなかったんで、そこは本当かなと思うんですけど、3月に車購入してから一度も見てなかったので、ちょっと他はどうなんだろうと思って、ノアの方を見てみたいと思います。ノアの方の基準値は240ですね。それではノアの方にも接続していきます。最初が170でしたね。やっぱり低いですね。春先に夏タイヤに交換した時にガソリンスタンドで入れてもらったんですけど、それで170まで下がっちゃってるんですかね。で、設定を240に入れましたので、240マックスになるまで空気を入れていきます。で、やっぱマックスに到達しても、
ちょっと時間を置くと235に下がっちゃうので、何度か入れて240安定するまで入れ直していきます。だいたい3、4回繰り返すと安定しますね。で、本当にこんなに2台とも空気圧低いのかなと思ってたんですけど、ちょうど前日にですね、メンテナンスパックに入っているプロボックスのタイヤを自動車工場でスタッドレスにしてきたので、ちょっとそのタイヤの空気圧見てみようかなと思います。プロボックスの前輪は270キロですね。基準値見てみると、殻が220で、積が240なんで、30ぐらい高いんですよね、前輪が。で、次、リア見てみます。で、リアが295ですね。基準が290だったんで、ほぼ合ってるかなっていうところで、なんで、この空気入れのね、圧力計が、大幅に狂ってることはないのかなっていう、結果になりました。じゃあ次は自転車の方行ってみましょう。自転車のノズルは元からホースについてるやつですね。これを通常の自転車空気入れと同じような感じで取り付けます。取り付け方は普通の自転車と一緒ですね。空気圧の基準値がわからないので、普通の手動の空気入れと一緒で、タイヤのゴムの部分をね、押しながら硬さを見て空気を入れていったっていうような感じですね。前輪も入れていきます。やっぱ手動より全然電動なんで早いですね。次はボールに入れていきます。ボールはこの裏側についてるこの銀色のノズルですね。このノズルを使って入れていきます。これも自転車のノズル同様ですね。差し込んでバーを倒すっていうような感じで、これで取り付け完了です。サッカーボールですね。サッカーボールに空気を入れようと思います。これも押しながらね、硬くなるのを見て入れていってるっていうような感じになります。で、無事空気が入りました。最後にロードバイクに空気を入れていきます。ロードバイク用のノズルは先ほどのボール用のノズルと一緒に入っていた金色の方ですね。こんな感じで接続して使います。でロードバイクのね、虫の部分を取って、先ほどの金色のやつを接続します。これですね。で、金色のノズルが接続できたら、空気入れを接続し、これでエアーを入れていきます。こちらも自転車同様空気圧の基準値がわからないので、押した感じで硬くなったなというところで入れるのをやめています。続いて前輪を入れていきます。で自転車って乗らないとすぐ空気抜けちゃうじゃないですか。なんで、このロードバイクってあまり乗らないので、
乗るたんびに空気を手動で入れてた感じなので、このマキタの空気入れにはね、ロードバイク用のノズルもついてたので、すごい助かるなって感じですね。無事、ロードバイクの方も空気入れが終わりました。それではね、今回このマキタの充電式空気入れ MP100DZ を使っていろいろなものに空気入れていきました。こちらの良かった点ですね、こういうアダプターがいろいろついているので、いろいろなものに使えるっていうのがとてもいいですね。今回は車のタイヤで、自転車のタイヤで、あとボールですねに空気を入れていきました。で、他にもね、こういった感じでね、ビーチボールとかね、浮き輪にも入れられるようなんで、これ1台あればね、オールシーズンいろいろなことに使っていけるのかなっていうところです。で、やっぱりね、普通の空気入れ、こういう普通の空気入れですね。こういうのを使っていくとね、充電とかしなくてパッと取り出して楽だとは思うんですけれども、もうシコシコやるのがね、やっぱ疲れますよね。その点これはね、バッテリーさえ充電しておけば、もう人差し指だけでね、空気を入れていけるので、かなり楽だと思います。ここかなと思った点は、この空気圧ですね。マックス値、どこまで入れるかって決められるのはとてもいいんですけれども、実際入れた後にちょっと減っちゃったりとか、ちょっと数字の信頼性が薄いのかなっていう感じですね。説明書にも書いてあったんですけど、目安でしかないので、ちゃんとした空気圧計でね、空気圧を確認してくださいっていう記載もあったので、そこをね、別でやらなきゃいけないっていうのはちょっと億劫なのかなっていうところではありました。ただ全体を通してね、やっぱいろいろなものに力なくどんどん空気入れられていくっていうのはとても便利だと思うので、これからね、タイヤ交換のシーズンとかになってきますので、そういったところでね、活用していこうと思います。ではそれでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。